はい、皆さん、こんにちは。ITINS ラボです。マイクロビットの使い方を解説しているこの動画のシリーズの中で、ちょっと何回目か忘れちゃったんですが、条件分岐と当たり判定の、3回目ですね。条件分岐と当たり判定の中の if else 文というのをやっていきたいと思います。で、if 文っていうのはこのもしなんちゃらならってやつですね。で、else っていうのはそうじゃない場合ってことなんで、これです。もしなんとかなら。で、そうじゃない場合っていうのが出てきてるんで、ここの話ですね。で、今回ですね、前回作ったプログラムをちょっと改良しました。このキャラクターを動かして、このゴールまで連れていくとゲームクリアなんですが、2秒おきに点滅してます。で、ですね、この点滅してる時に、この命令を出すとですね、逆向きに進んじゃうっていう、こう、ちょっと厄介な、これ僕まだちょっと混乱しててなかなか進めれてないんですが、こうですね、逆向きに進んじゃうプログラムっていうのを、作ってみました。で、これを持ってですね、ちょっと、練習していきましょう。で、まずはどっから行こうかな。ちょっと、せっかくなんで、基礎になる部分以外は一回全部消しちゃいましょう。よいしょ。はい。はい、で、大体できてますね。とりあえずキャラクターを、左上と右下に作って、当たり判定、このキャラクターが触ってたらっていうところまではやりました。じゃあですね、まずこの変数からですね、これを作ってください。この素直に進むっていうやつですね。これは、ちゃんとまっすぐ進むか、逆向きに進むかを制御するための変数です。で、こいつを持ってきまして、ですね、2秒ごとにこれが素直に進むか、逆向きに進むかというのを決めさせてあげますので、はい、ずっとこの素直に進むに、ですね、この論理から真と義というやつを持ってくるんですね。真にすると。ほんで、大体こう2秒ごとにしてましたね。2秒ごと。2秒ごとに、はい、2秒経ったら、素直に進むモードが義、ノーになるんですね。つまりは素直に進まなくなる。逆向きに進むようになるということですね。はい、これで2秒ごとに、素直に進むモードかどうかっていうのを判定します。で、それだけだと見た目ちょっと分かりにくいので、どうしようかな。じゃあですね、ずっとを入れまして、ここに論理。もし、えーっと、素直に進まないモードの場合、素直に進まないモードの場合ですね。えーっと、素直に進むが義の場合、義がノーですね、これ。はい。素直に進まないときは、このスプライトが点滅するようにします。点滅はこの LED です。LED ですね。LED のところからこの反転というのを持ってきまして、ここに置いて、ゲームのところから、このスプライトの X 座標とスプライトの Y 座標ってやつがあるんですよ。はい。で、これスプライトじゃなくてキャラクターにしますね。キャラクターの X と Y にしておくと。よいよい、これでどうかな。これで2秒おきにキャラクターが点滅してくれますね。はい。これで2秒間で素直に進むモードか素直に進まないモードかっていうのが入れ替わってます。で、素直に進むが義、ノーの時、つまり素直に進まないモードの時は、キャラクターが点滅しているという状態ですね。はいはい。じゃあ、これで入力を作っていきます。ボタン A が押された時、このスプライトを、えーっと、X をマイナス1するんでしたよね。マイナス1にします。このキャラクターをマイナス1にするんですね。で、ここに条件分岐をつけます。はい。このもしなんとかならとなんとかでなければですね。ここに入れまして、もし、なんだ。ほい。もし、素直に進むというのが、えーっと、真なら、そうですね。素直に進むモードの場合は、A ボタンは左に1進みましょうと。で、そうじゃない場合は、えーっと、逆向きに進むっていうんですね。よいしょ。はい。こんな感じです。で、これそのまま複製してあげましょう。で、同じく B ボタンの時。はい。
B ボタンの時は、この X を逆にするんでしたね。はい。はい、そんで、A と B が同時に押された時は、これは y を増やすようにしてましたんで、y を1にしたり、マイナス1にしたりですね。はい。じゃあこれで見てみましょう。今、素直に進まないモードを進むモードですね。で、素直に進むときに押してあげれば、命令通りに動きますね。で、素直に進まないときは、はい、お見事。逆に進むようになってるかと思います。こんな感じですね。はい。じゃあ、今回の動画はこれでおしまい。